こんにちは、千代子です。ようこそおいでくださいました。今回はアルドゥイノで作ったミディキーボード2オクターブ半あります。パソコンや iPad につなげてフリーのミディアプリで音出しをしたり、打ち込みで音楽を作ったりできます。机の上でちょこっと使うのにコンパクトなのが欲しかったのです。電子鍵盤はマイコンの便利で楽しい使い方ですし、先人の皆さんが動画やブログを上げてくださっています。おもちゃのピアノを改造したものや段ボールで作ったピアノなどがアルドゥイノによってミディキーボードとしての人生を送っています。私はまずはこちらのサイトを参考にさせていただいて始めました。アルドゥイノスケッチのコードも公開してくださっています。とりあえずはアルドゥイノウノとタクトスイッチ、ブレッドボードにジャンプワイヤーがあれば簡単なミディキーボードは作れます。スイッチ一つ一つを鍵盤と考え、それぞれ別々の GPIO ピンにつなげておけば、鍵盤が押された時、アルドゥイノはどの音を鳴らすべきか、ミディ信号としてパソコンやタブレットに伝えられるというシンプルで分かりやすい仕組みです。ただですね、アルドゥイノウノのデジタル入出力ピンは D0 から D13 まで14本。一方、ピアノの鍵盤はドから一つ上のドまで13あります。1オクターブだけならなんとかなるでしょうが、それ以上だとたとえアナログピンまで総動員したとしても、この方法だとピン数が足りません。さてどうするか。一番手っ取り早いのは UNO ではなくてピン数の多いアルドゥイノメガを使うこと。ピンが数十本あってもすっきり配線させられる方ならいいかもですね。あるいはダイオードがたくさん必要になりますが、本物のキーボードのようにキーマトリックスを使う手もあります。コーディングは構造をちょっと変えなければいけませんね。私が使ったのはアルドゥイノのピン拡張モジュール PCF8574 です。配線が比較的すっきりしますし、スケッチも基本的な流れはそのままで大幅な変更はしなくてもよかったです。で、こちらのアルドゥイノウノ、9番ながら長い間定番の座を誇ってきたウノ R3 です。ウノといえば R4 が出て世代交代が進行中だし、また OS を搭載した最新型のアルドゥイノウノ9が出て、マイコンシングルボードコンピューター界隈で話題になっているようですよね。UNO R3 は後継種に比べると性能や機能が落ちるでしょうが、長い間売れっ子だったため、先人たちの知識と経験が脈々と蓄積されていますし、またお手頃価格の互換機も多くて、千代子工房では未だ重宝しております。ただ R3 は R4 などの若い世代の子たちと違って、そのままだとパソコンや iPad につないだ時にミディデバイスとしては認識されませんので、ちょっと前準備が必要です。やり方はいくつかあるようなのですけど、私はモコルーファーというライブラリを使って USB で外部と通信する部分のファームウェアの書き換えを行いました。これは Linux 系の Ubuntu ですけど、Windows や MacOS でもできるそうです。この方法の注意点としては、パソコンとつないでファームウェアの書き換えをするときや、またパソコンからスケッチをアップロードするときにピンをショートさせたり外したりすること、あとはミディデバイスとして使うときはショートを外すのを忘れないこと、またその度に USB は差し直すことを忘れないようにすることです。余談ですが、こういうピンを持っていなかった時、私はピンセットでショートさせたり、メスメスのジャンプ線を使ったりしていました。こちらのアルドゥイノの入出力ピン拡張モジュールですが、短絡用の黄色いピンがついています。デフォルトはこの並びです。同じモジュールを複数使う場合は、モジュール同士を区別するためのラベルになります。この3個のつなぎ方の組み合わせが8通りのつなぎ方があるから、同じモジュールを8個までつなげられます。入出力ピンが9本ついているので、合計で72本まで拡張できますね。私はせいぜい鍵盤は3オクターブ分ぐらいまでしか想定していないので、
もう十分です。まあそうですね。ちなみになんですが、本物のピアノの鍵盤は88本ですから、フルキーボードではちょっと足りません。その場合はこの拡張モジュール PCF8574 とそっくりな顔をした PCF8574A というモジュールを最大さらに8個召喚できます。鍵盤が144本必要な方はぜひどうぞ。スケッチにはこの拡張モジュールのためのライブラリを足しています。16進法の番号でモジュールの区別をつけています。PCF8574 は 0x の20から始まる数をあてがいます。PCF8574A も使う場合は 0x38 からの数をあてがいます。ブレッドボードに2オクターブ半のタクトスイッチをセット。手前に並んでいるのが白鍵、奥に挿しているのが黒鍵のつもりです。またデフォルトの音程から1オクターブずつ上げたり下げたりできる切り替えボタンもつけました。これで Arduino をパソコンにつなげて MIDI ソフトや楽譜作成アプリを立ち上げれば音出しをしたり打ち込みで曲を作ったりできます。ただ一応いくら黒鍵と白鍵をレイアウト通りに並べても鍵盤には見えませんよね。丸いボタンだけだとどれがドでどれがレなのか分かりにくいです。食品が入っていた少し厚めのプラスチックのトレイの底を切ったものと段ボールとで鍵盤を試作してみました。まずはフリーソフトの VMPK で音出しをしてみましょう。まあこういうものでバーチュオーソな演奏したい人はあまりないでしょうけど、早弾きでなければメロディー演奏もできないことはないです。無理だと思っていたのですけど、一つ以上の音もほぼ同時に出せます。2本足のタクトスイッチはすぐすっこ抜けてしまいます。それとプラスチックがペラペラだから指に引っかかります。4本足のタクトスイッチに変えて鍵盤もバルサ材を切ったものを貼ったらだいぶ使いやすくなりました。Qシンスで違う楽器で音出しするもよし、ミューズスコアで音符の打ち込みもできます。というわけで、あまり場所のない机の上でもパソコンの横にちょこっと置いてちょこちょこっと使えるMIDIキーボードできました。ここから先はあるかということですが、Arduino Uno の最新型 Uno Q だとどうなるのか気にはなっています。Uno Q は Linux 系の OS 搭載なので、そちらの方で今パソコンで使っているアップを走らせて、パソコンなしでも音出しができるのか試してみたいと思っています。最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければコメントやチャンネル登録をしていただけると大変励みになります。また並行して自作ギタープロジェクトの方もゆっくりまったり続けています。どうぞまたお越しくださいませ。